2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー3。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。部品の紹介。これはイルミのついたドアミラースイッチです。フィット用として販売されています。付属の電源接続用のヒューズがついたリードです。コネクター用の端子がついていて差し込むだけです。スイッチの外見は全く同じで違いは分かりません。この端子は突起があって差し込むと専用工具や精密ドライバーがないと抜けなくなります。差し込むには向きがありますので最後までご覧ください。これは再専用の電源分岐コネクターでペンチでかしめて使います。ドアミラーインナーカバーの脱着。スイッチを変えるにはドア内張りを剥がす必要があるのでまずインナーカバーを外します。インナーカバーにはこの辺りにホック、そしてこの辺りに2箇所小さな C 型のフックがあります。 C フックは鉄板に差し込んであるのでカバーを無理やり手前に引っ張るとフックが壊れます。なのでカバーの右を手前に曲げるようにしてフックを外します。外れたら手前に引っ張るとホックが外れてカバーが分離します。この鉄板に C フックが差し込まれています。この C です。華奢にできているので扱いを間違うと簡単に壊れます。戻すときはまず C を差し込んでからボッチを止めます。このボッチです。これで終了です。ドア内張りの外し方。次に内張りを止めているこことここのビス2本を外します。このビスは短いのですぐ外れます。次はここです。自分でつけた中敷きを取って外します。こちらのビスはちょっと長いです。外れました。この長さです。比べると随分長いです。この辺りからファスナーを外していきます。外れました。コネクターはこのようになっています。上側はこのフックにはめ込むようになっています。ファスナーはこんなにたくさん9個ついています。
ここがミラースイッチコネクターの差し込み口です。ドアミラースイッチです。ハーネスの説明。ビスを緩めてスイッチを取り替えます。ドアミラーコネクターです。所定の場所に端子と分岐コネクターを割り込ませます。詳細はこの後を引き続きご覧ください。パワーウィンドカプラーです。こちらはこの線からイルミ電源をもらうだけです。電線が入り組んでいて、こちらにもピンク線があるのでよく確認します。こちらです。リテーナを外します。精密ドライバーでこじって突起のところから外します。こんな感じです。外れました。これで端子を押さえ込んでいます。浮かせるだけで抜き取る必要はありません。戻すときは場所を合わせて押し込むだけです。もう一度やってみます。こんな感じです。デリケートな部分ですので丁寧に行います。それでは実際の接続に進みます。端子と分岐の説明。パワーウィンドカプラーの端子配列です。この19番ピンク線からイルミ電源をもらうためコネクターを割り込ませます。このカプラーです。こちらを上側に見てこのピンク線です。この線に分岐コネクターをかませます。これは再線用のコネクターです。分岐線を入れる場所が決まっているのでよく確認します。このようにして分岐端子を取り付けます。次にリードのピンク線を分岐側に挟みます。こんな感じです。あとはペンチなどを使って強くかしめます。かしめ方が甘くならないように最後までかしめます。これで OK です。次にリードの黒線です。
ドアミラー側のカプラーです。リードの黒線を13番の黒線から分岐します。そして赤線端子を10番、黒線端子を2番に差し込みます。これが分岐する黒線設置です。赤線と同じように分岐コネクターを割り込ませます。リードの黒線を入れてかしめたら終了です。終わりました。うまくできたようです。端子を差し込む前にリテーナーを外します。先ほどのように精密ドライバーでこじって外します。外れました。これで端子が差し込み可能になりました。端子は上下方向がありますが、違う方向では差し込めません。黒端子を上段右から2番目に差し込みます。カチッと言いました。ピンク端子は下段左から4番目です。右側の赤線が邪魔をしています。赤線を避けてやり直します。この方向です。リテーナーを戻します。差し込んでラッチがかかるまで下に押し込みます。反対側も同様に戻します。終わりました。これで元に戻りました。コネクターと内張りの復旧。順番にコネクターをつないでいきます。このパワーウィンドコネクターから戻さないとコードが短くて戻せません。コードの長さ順に戻していきます。終わったらこの状態で動作確認をしておきます。外したビス2本を戻します。角度的に締めにくく、ビスも舐めやすいので注意深く行います。確認と試験。パワーウィンドウを試験しています。イルミの試験です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。
次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。